どうも、ベトナム在住の内津です。今組み立ててるスーパーカブなんですけど、車体編やってるんですけどね、ちょっとこのエンジンをね、分解したいと思います。以前ね、このエンジン組み立ててた時って、1年半前かな。ホーチミン市が、外出できなかった時期ですよ。外に出れなくってね。中に入ってるミッション、かなりね、状態が悪かったんですけども、いいやつをね、入手できないまんまにそのダメなミッション組んでしまったんで、今回ね、もうちょっとまともなミッションを、手に入れてます。それともう一個が、これね、もともと6ボルトのエンジンで、クランクも6ボルトなんですよ。で、クランク自身もね、ちょっと問題があったのと、いろいろあってね、今回12ボルト用の、クランク。まあこれに変えるってことはね、ヘッド周りすべて変えなきゃいけないんで、ちょっとこれも変えたいと思います。で、あともう一個ね、中に問題があったはずなんだな。それも含めてね、やっていくんですけども、なんせ一度ね、動画にしたエンジンなんで、分解の工程とかはね、もう動画に撮らないで、要所要所、部分的なね、動画だけ撮影していきたいと思います。まあ、とりあえず、オイル抜かなくっちゃ。このオイルはね、指導用に使っただけなんで、もう一回抜いて、再利用しちゃおうと思います。1年以上経ってますけどね、指導させただけなんでいけるでしょう。閉める、開ける、開けるね。さっきね、この6ボルトのクランクの話してたんですけども、何かっていうと、これのことでね、前にも紹介してるんですけども、12ボルトの CDI にするためにね、このフライホイールにね、こいつをつけて、アダプターで変換してるんですけども、まあこれもね、あんまりいい部品じゃないんでね、せっかく6ボルトじゃないや、12ボルトのクランクがあるんでね、そっちをつけてみたいと思ってます。まああとじゃあこの後もね、動画にしないで分解していきます。これもね、ちょっと取り外したんですが、変なことしてるんですよ、私がね。本来、こっちのスプリングの向きなんですけどね、逆にしてというか、ここをね、線してるんですよ。蓋してあって。何かっていうとね、このエンジンは、ここからオイルが注油できないタイプで、裏側にね、ワンウェイバルブがあるんですよ。で、こいつ入れるときは本当はね、内側を塞がなきゃいけないんだけども、以前それ知らないで組んでるんでね、ちょっと今回はね、その対処もやっていきたいと思って、エンジンをばらします。説明するのはこれだけかな。まあ引き続きね、動画にしないでばらしていきます。それとね、今回もう一つの説明は、これですね。これね、一回実は黒に塗ってるんですよ。で、耐熱塗料で塗って、耐熱塗料ってね、焼きが入らないと全然ダメなんですよね。これね、オイルつくだけでも、色が取れちゃうんだな。うまく映んないか。まあちょっと今回ね、せっかくバイクいろいろ黒く塗ってるんで、一旦これ綺麗に剥いでね、普通のラッカーになるんですけども、あれでね、艶消し黒にね、塗りたいと思うんですよ。そんなとこかな。こいつも別にね、もう動画回さないで、取り外ししていきます。これね、ついてるやつは、ロータリーに、なる前のね、リターン。要は、4速から、4速じゃないや、これは3速か。
3足からね1足に戻ることができないタイプの、ミッションですね。今度準備してるやつもねもちろん同じタイプです。でこれはよくってこっち側終わりじゃない？反対側開けちゃいましょう。ここも外すときは遠い方からですね。そう、ここがねずいぶん削れてたんだな。そうだよね。こんな映んないか。中にね筒入れてごまかしてあるんですよ。それともう一個がここがねグラグラだったんですよ。まあミッションはね一式で変えます。それともう一個こいつだ。これがねワンウェイバルブなんですよ。なんで今回ねなんだ 12V 用の CDI 用のカムチェーンテンショナー入れるんでね、ここの穴は塞いでもらいます。今ねクランクケースの方加工に出してるんで、その間にねこの2つを艶消しの黒に塗装しちゃおうと思ってます。で塗装する前にこの裏だけちょっとオイルストーンっていうのかな、砥石でねちょっときれいにしておきます。それでこいつよ、分解する時にも言いましたけどね、前になんだっけ耐熱の黒で塗ってしまってねすぐに色が剥げたんだけども、これ多分キャブクリーナーでね簡単に落ちると思うんですよ。でキャブクリでね取れますね。ちょっとねキャブクリーナーで頑張って色を落としておきます。これねこんな感じでだいたい落とせました。細かいところ残ってるけどもういいやでね、あとはこのスコッチブライトっていうのかな、まあ、食器用のたわしですよね。これで食器用の洗剤使ってね足つけ兼洗浄やっていきたいと思います。それじゃあねやっていきます。これね水洗いしたんでちょっと水分飛ばします。水分飛ばしました。こっちはねいい感じなんですけど、これやっぱり中にねオイルがあったんでちょっとパーツクリーナー、ブレーキパーツクリーナーでね、上からもう一回掃除しておきます。これでね塗装なんですけど、ちょっと持ち運びが大変なんでね板になんだ木ネジで留めちゃおうと思います。これね動画止めた後ちょっとこの間が近いなと思って位置とかもね直しました。でもう一回これで掃除だな。こっちが先や、オイルついてないからね。
これね、案外デコボコとかあるんですけど、もうこの上からね、黒を塗ってしまいます。これね、2回目も塗り終わって乾かしました。ここはね、こうやってボルト刺して塗装しないようにしてました。こっちとかね、傷が多いまんまに傷消さないでね、色塗ってしまってるんですけど、まあまあいい感じなんじゃないのかな。艶消しの黒ですしね。とりあえず今日はここまでです。それではまた。